皆さんこんにちは、おいきチャンネルのおいきと申します。今回の動画は機器契約シャープ2の廃工場です。廃工場の前半18等級の動画になっております。この動画は実況しながら見ていく動画になっていくんですが、実況いらないよって方は実況なしバージョンもアップしているので、アップする予定なので、そちらをご視聴お願いいたします。作戦開始1週間以内に機器等級を18等級、18にすることで、勲章の色がね、変化します。これですね。いつものやつですね。それでは見ていきましょう。契約をね、選択している契約はこんな感じです。ちなみにこれはサブアカウントなので、無駄な契約はもう開放してない状況ですね。そういうアカウントですね。サブアカです。こんな感じです。次は編成の紹介です。まず中心となるオペレーターがエイヤフィアトラ、スキル3、特化3です。特化3じゃなくても、この左側にいるオペレーター次第では、少し連動を下げることも可能です。まずじゃあノイルホーンから見ていきましょう。ノイルホーンに関しては、こういった編成、低レア編成で、かつ、天人化とか、ビグナ、スキルランクが7で、ちょっとコストブーストがそこまで高くないっていう方は、低コスト重装がおすすめです。序盤に配置する。序盤に置きたい重装ですね。ここの枠は、天人化とかビグナー次第ですね。天人化のスキルが特化3であったり、ビグナーがバグパイプだったりすると、コストブーストかけれるので、ここのノイルホーンの枠はかなり自由度が高くなります。だからコスト高い重装でも大丈夫になってくるってことですね。ただ、これは一応、動画としてノイルホーンでもできるよっていうような感じなんで、別にノイルホーンを使う必要はないです。次、ビーグル。ビーグルの枠は最後に配置する、最後あたりに配置する重装なので、割と誰でもいいです。なので、このビーグルもコスト低いんですけども、ビーグルは、防御力をアップさせるスキルも持ってるので、この編成で行くんやったら、正直ですよ。正直、ノイルホーンの枠をビーグルにして、ビーグルの枠をノイルホーンにした方が安定するかもしれないですね。で、次は、このクオーラの枠です。クオーラの枠に関しましては、防御型で置いてます。なんでかと言いますと、ボスとしてファウストが登場します。ファウストね、ご存知の通り、弱攻撃と、強攻撃を繰り返し行ってきますので、クオーラに弱攻撃を毎回受けてもらって、次の下の高速再配置のグラベルで強攻撃を受けてもらうって感じですね。なので防御型がいいんですが、それだけじゃなくて、侍ですね。ベンデッタとかリベンジャーを抱えてもらう役割もありますので、あんまり攻撃与えてね、その侍の HP を減らしすぎちゃうと、侍の攻撃力がね、急上昇して、このクオーラの枠の重装が落ちちゃうってことがありますので、防御型でお願いいたします。で、次ですね。ヴァンガード2人。まず、コスト回復の天人化と撃破型のビグなんですね。こちら代用として、天人化は天人化が割とおすすめなんですけども、スキル特化してるならなおさら、なおよしですね。スキル特化してればなおよしで、このビグナに関しても、バグパイプとかであれば、もうコストブースト能力がね、高くなりますので、ここのノイルホーンとか、初めに置く重装の自由度が高くなりますね。コストが割と高くなっても大丈夫になります。もしバグパイプ入れる場合は、スキルは何でもいいですが、スキル2、S2 とかであれば操作しなくてもいいので、すごい楽になると思います。次、医療ですね。メディック、単体医療と範囲医療。ススーロはね、星4なんですが、割とピンポイントでヒールしたいところを安定してヒールを行えるので、個人的にはススーロ結構おすすめですね。あと、パフューマー。範囲医療は、パフューマーもリジェネとかありまして、すごい優秀なんですが、このエイヤフィアトラの特化が追いついてなくて、ちょっとスキルポイントですね、をちょっとブーストかけたいって場合は、フィリオプスとか持ってたら、フィリオプスに置き換えてもいいと思いますね。で、次、このヘイズの枠なんですけども、これ若干ちょっと注意が必要で、
ヘイズね、昇進になってるじゃないですか。これがまあなんでなのかというと、まあ、レベル5を下げることができないっていうのもまあもちろんあるんですけど、ノイルホーンですね。ノイルホーンみたいな、あんまり高レアな重装と比べて硬くない重装を使う場合は、敵をね、こう3体とか抱えてしまうと、落ちちゃう可能性があるんですね。なので、その3体抱える前に、敵を溶かすっていう役割として、まあ、スキルを使える。スキルを使って効果力を出せるヘイズとか、まあ、ケオベであったりとか、まあ、星4であればカシャも、まあ、スタンあるので、まあ、カシャとかもいいかな。まあ、そういう感じのキャスターを置いてます。一応紹介はこんな感じですね。編成の紹介はこんな感じです。そしたら次は、攻略の方を見ていきたいと思います。はい、それでは見ていきましょう。廃工場。まず、まあ、下にね、もう字幕で順番とかを書いてるんですが、まあ、敵の出方をちょっと説明していきます。まあ、この下のルート。このルートは、侍が、まあ、こういうルートで渡ってきて、ゴールインするルートと、あと正式術師とかが、こういうルートですね。これ右からゴールインするルートがあって、まあ、次この、左ですね。この一番左下に関してはこういうルートで渡ってきて、まあ、左からゴールインすると。で、次この左上に関しては、偵察兵なんかこのまま直でゴールインしていくのと、ファウスですね。ボスのファウストが途中でこっからこういう感じで登場して、ずっとこう弱攻撃とか強攻撃とか繰り返しながらこう歩いてきて、トロトロ歩いてきて、最終的にこっからね、ゴールインします。それでは見ていきましょう。あと、排煙装置ですね。排煙装置に関しては、この網目状になっているこのマスに関しては、ここに配置したオペレーターは、敵の遠隔攻撃の対象にはならないので、まあその辺もね、覚えておいてください。はい、天人画ですね。まず天人画、これスキルランク7なんで、若干初動遅いんですが、バグパイプとかね、スキルランクが特化3とかであれば、もっとね、ブーストかけれて、ここの重装がすごい楽になりますね。低コストじゃなくても大丈夫になってきます。天人画のいるエイヤフィアトラ上向きですね。次、ススーロ。まあ、ここね、割とこう見てたら、まあ、すんなり見れるんですが、まあ、ススーロもね、こう割と早く置かないと、まあ、ノイルホーンの HP が減ってしまう。まあ、ノイルホーンであればなんですが、実際ノイルホーンを使う人がどれぐらいいるのかっていうところなんですけどね。次、パフューマーですね。範囲量。天人画はずっともういつでもスキル使っても大丈夫です。でパフューマー置いて、で、こういう感じですね。やっぱ敵が詰まってくるじゃないですか。こういう時に、まあ、エイヤフィアトラで焼いちゃうんですが、ここですね、侍2人いますよね。侍2人いるんで、侍を焼きながら、侍と雑魚敵も焼きながら、下ルートの侍も、グラベルで止めるんですが、ここ範囲入ったのを確認して止めてください。じゃないと、エイヤフィアトラの火山に入らないってことがありますので、範囲に入ったのを確認してグラベルを置く。で、焼く。ですね。で、撤退させて、ビグナ。ヘイズ。もう基本的に溜まってきたこの敵は、もうヘイズとエイヤフィアトラで処理していくって感じですね。術師が来ますね。正式術師がこういうルートで来ますので、まあただ、遠隔攻撃の対象にはならないので、パフューマーが攻撃を食らってますね。はい、ファウスト登場しました。ファウスト登場、弱攻撃4回、強攻撃1回の繰り返しです。今1回撃ちましたね。2回。で、3回撃ったら、グラベルはね、もう配置しておいた方がいいですね。余裕を持って3発目が終わったら配置しましょう。そしてコストに余裕がない場合は手動で撤退してください。弱。で、次強かな。はい、強攻撃はコストに余裕がない場合は手動で撤退と。
スキルビグナー。まあ、ビグナーに関しては、割とそんなにシビアではないんですが、まあ、スキルをね、温存しておくぐらいなら使った方がいいですね。そしてグラベル。もうちょっとグラベルに関しては、ちょっとカウントするめんどくさいんですけど、まあ何回も挑むステージではないと思うので、まあその18等級をクリアするのが目標な方はね。なのでしっかりカウントしながら5発目を、受けてください。グラベル。こんな感じでね、割とこのクオーラの HP も減ってくるので、やっぱ強攻撃受けてもらった方が安定しますね。リベンジャー来てますね。リベンジャー、ベンデッタ来てますね。ベンデッタ。次、ヘイズ。ここのヘイズが割と重要なんですけども、この技術偵察兵とかが来た時に、やっぱり、まあ、火力が高い敵であったり、ちょっと耐久力の高い敵がこう重なってくるところ、さっき説明したところですね。は、割とこうノイルホーンが落ちちゃう危険がありますので、ここで火力をね、使って、落ちる前に処理します。まあ、ただ、これもノイルホーンであればの話なんで、ノイルホーンじゃなかったら、まあ、落ちることはね、あんまりないと思います。で、グラベル。で、撤退と。んで、まあ、ノイルホーンとかタンクの HP を見ながら、ヒール入れます。まあ、タンクの HP を確認しながら打ってもらったらいいです。まあ、ノイルであればね、この辺で打っておきます。で、侍をね、こう止めてますよね。これは危機契約ベータやってる方なら、まあ、懐かしい戦法やなと思うかもしれないんですが、止めておきます。止めて、もう一気にエイアフィアトラで焼いちゃうっていうような感じですね。グラベル撤退。クオラ。クオラのスキルのタイミングも、まあ、こういう風にね、HP が減ってきて、まあ大体ちょっとやばいかなーっていう時に使ってもらったらいいです。まあ、この辺で使ってもらったらいいですね。この2体目のベンデッタが来た時あたりで使ってください。で、グラベル。撤退。ビグなスキル。パフューマーもスキル使っておきます。で、火山はまだです。ファウストが範囲に入ってからです。ファウストとこのベンデッタが合流するときですね。打つところは。で、ここから若干ちょっとだけ忙しいです。で、グラベル入れて、ここはグラベル同じように置いて、次、ススーロはもうチャージ後即ね、打ってればいいです。もう敵のラッシュはもう今ラッシュなんで、もう最終ラッシュですね、今。だからここで使っておいても全然問題はないです。で、エイヤ使いますね。ベンデッタ合流時に使います。で、使ったらなんですけども、やっぱり急激にこの、侍の HP が下がることで、めちゃくちゃ強くなって、やっぱ落ちます。クオラ落ちますので、まず、ビーグルを置いて、撤退時の呼び立てですね。ビーグル撤退時の呼び立て、プラス矢の受け役として、ビーグルを即座に配置して、天人化を即座に配置します。ビーグル天人化です。ビーグル天人化。こうすることによって、はい。矢の受けどころが天人化に行って次ビーグルに行くので割とね、こう余裕が出てきます。で、もし倒しきれない場合はヘイズのね、スキルなんか使ってもらえばね、いいと思います。で、エイヤフィアトラはスキル終了後にすぐ撤退させて、で、グラベルに関しては矢の受け役ですね。まあ、使えるものは使っておく。まあ、ここヘイズ、ちょっと早送りですね。グラベルはずっと矢を受けてもらいながら、ヘイズも雑魚処理をしていくと。で、ヘイズは撤退。で、グラベル。
で、クオーラとエイヤフィアタラ、必ずセットで置いてください。じゃないと、エイヤフィアタラに矢が来て死んでしまうので、エイヤクオーラです。矢を、受けた矢を放ったのを確認してからすぐにエイヤビーグルです。で、ビーグルはここに置いたんですけども、ここじゃなくても、まあ、遠くとかでも全然いいんでね。ヒールが入る位置でもいいですし。まあ、ただ、ここに置いたらダメですよ。この、排煙装置に置いたらダメですね。そんで、ファウストが攻撃範囲に入ったので、もう、攻撃していく。火力を使っていく。で、クオーラが落ちたら、すぐに別のキャラを置いて、エイヤフィアタラを行かせて、火山が溜まりますので、撃っていくと。まあ、こんな感じですね。いや、最後までご視聴ありがとうございました。これが、まあ、前半18時の私が録画していた方法、まあ、一つの一例なので、まあ、これが全てではないっていうことだけ念頭に置いてもらえればなと思います。それでは、キック役シャープ2の廃工場前半18等級の実況解説動画終わりたいと思います。もし動画が良ければチャンネルグッドボタンお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。